アニメーターがゼロ、作画机もゼロ、クリエイターと呼べる人間は一人もいない。これがソードアートオンライン、あの花、リコリス・リコイルを生み出した巨大スタジオのスタート地点でした。この動画では A1 ピクチャーズという会社がなぜ無名の新興スタジオから業界を代表する存在へと成長できたのか、その20年の歴史を知られざるエピソードとともにお伝えしていきます。最後まで見ていただければ A1 ピクチャーズの作品を見る時の視点が変わるはずです。なぜこの会社は成功したのか、どこで勝負が決まったのか、その答えがきっと見えてきます。それでは行きましょう。2006年2月、東京杉並区荻窪と南阿佐ヶ谷の間にある何の変哲もない雑居ビル、その一室に A1 ピクチャーズの仮スタジオが産声を上げました。しかしその実態は驚くべきものでした。制作スタッフはわずか 2,3 人、アニメーターはゼロ、クリエイターと呼べる人間は一人もいません。それどころか作画机すらありませんでした。アニメスタジオなのにアニメを作る人間がいない。これが後に社員200名以上を抱える巨大スタジオとなる A1 ピクチャーズの原点だったのです。なぜこんな状態から始める必要があったのでしょうか。その答えは A1 ピクチャーズが従来のアニメスタジオとは全く異なる理念で生まれたことにあります。時計の針を1年前に戻します。2005年のことです。当時日本のアニメ業界は一つの構造的な問題を抱えていました。制作委員会、つまり企画・出資する側と実際にアニメを作る制作スタジオ、この2つは完全に分業されていたのです。アニプレックスはまさにこの企画する側の会社でした。ソニーミュージックエンターテインメントの傘下で鋼の錬金術師などのヒット作を次々と世に送り出し、企画会社としての地位を確立していました。しかし自社で制作スタジオを持たざる経営には2つの重大なリスクがありました。第一にスケジュールの問題です。当時の有力スタジオは数年先まで制作ラインが埋まっていました。アニプレックスがどれだけ素晴らしい企画を立てても、それを形にしてくれる場所の確保が困難だったのです。第2に品質管理の問題です。外部のスタジオに制作を委託すれば、クオリティのコントロールは相手任せになります。納期も仕上がりも自分たちの手の届かないところで決まっていくのです。この2つの課題を解決するために、当時アニプレックス代表取締役社長だった竹内重和はある決断を下しました。自分たちでスタジオを作ろう。竹内重和、1953年大阪府生まれ、関西外国語大学を卒業後、1976年に CBS ソニーに入社しました。音楽業界で営業畑を歩み、ソニーミュージックエンターテインメントで様々な養殖を経験してきた人物です。2002年にアニプレックスの代表取締役社長に就任し、ビジネスの視点からアニメ業界に新風を吹き込みました。竹内には明確なビジョンがありました。自分たちの事業領域を広げていきたい。企画という川上を担うだけでなく、そこから生まれたものを連ねて川という大きな流れにしたい。企画と制作、この両輪を自社グループ内で回すことができれば、業界に新しい風を起こせる。2005年5月9日、竹内重和を初代代表取締役社長として株式会社 A1 ピクチャーズが設立されました。資本金1億円、アニプレックスの 100% 子会社として船出したのです。ただし竹内氏の代表在任期間は設立初期の約1年間でした。その後実際のスタジオ運営はアニプレックスから移籍してきた内越智則、加藤純、清水明ら現場スタッフが中心となって進められていきます。竹内氏がまいた種を彼らが育てていったのです。ここで社名について触れておきましょう。A1 ピクチャーズ。この名前には3つの A と1が込められています。アニプレックス、親会社の名前。アニメーション、
事業領域の宣言、阿佐ヶ谷、本拠地となる阿佐ヶ谷の地名、そして1はアニメーションで一番になりたいという願いです。京都アニメーション、スタジオ地図、スタジオジブリ、こうした抽象的で芸術的な響きを持つスタジオ名と比べると、A1 ピクチャーズという名前は極めて直接的で競争的です。そこにはソニーグループ特有の合理的かつ野心的な企業風土が色濃く刻まれていました。そしてこの企画会社が自社で制作スタジオを持つというビジネスモデル、今でこそ当たり前のように思えますが、2005年当時は非常に珍しいことでした。現社長の清水明は後にこう語っています。今では当たり前のことになっていますが、当時は珍しかった。これは先見の明があったということになるんですかね。A1 ピクチャーズは20年後の業界の姿をこの時すでに見据えていたのです。A1 ピクチャーズの立ち上げは他のアニメスタジオとは一線を画すものでした。通常アニメスタジオは制作実績や人脈をベースに設立されます。有名な監督やアニメーターが独立して自分の城を構える、そういうパターンが多いのです。しかし A1 ピクチャーズは違いました。最優先されたのはアニメーターの作業環境改善だったのです。立ち上げメンバーの一人、加藤純。現在は A1 ピクチャーズ執行役員専務を務める人物は、スタジオ設立前にあることを徹底的に行いました。アニメーターへのヒアリングです。既製品の作画机や椅子が使いづらい、作業スペースが手手間だ。こうした不満の声を集めた加藤たちは、家具メーカーに相談し、オリジナルの作画机を設計しました。横幅160センチ、奥行きも広く専用の棚付き。当時の加藤は、作画机を自分たちで作りましたよね、と笑いながら振り返っています。さらにメンバーはアメリカのアニメスタジオも視察しました。そこで目にしたのは衝撃的な光景でした。アニメーター一人一人が個室を持って作業しているのです。さすがにここまでは真似できないと判断したものの、作業環境へのこだわりの重要性を改めて胸に刻みました。しかし最も画期的だったのは、ある廃止の決断でした。当時アニメ業界では制作スタッフが車用車を運転して原画を回収するのが常識でした。締め切りに追われる中、スタッフたちは昼夜を問わず車を走らせ、アニメーターの自宅やスタジオを巡ります。それが当たり前の風景だったのです。しかし A1 ピクチャーズの制作部長として2006年2月にアニプレックスから移動してきた落越智則は、この慣習に異を唱えました。交通事故のリスクの方が怖い。落越はコストがかかっても外部の運送会社に委託することを選びました。現場からは猛反対が起きました。そんなことをしたら制作が回らなくなると。しかし落越は断言しました。それで制作が進まなくなるなら、そもそもそんな仕事はしなくていい。清水明はこの決断をこう振り返ります。制作現場の慣習にどっぷり使っていた我々からは絶対に出てこない発想だった。業界の常識を外から来た人間が壊す。A1 ピクチャーズはそうやって始まったスタジオだったのです。2006年 A1 ピクチャーズが最初に手掛けた作品は意外なものでした。NHK 教育テレビで放送された5分間の子供向けアニメゼンマイ侍です。これを聞いて疑問に思う方もいるかもしれません。なぜ新興スタジオが処女作に子供向けの短編アニメを選んだのでしょうか。多くのスタジオは技術力を誇示するために書き込みの多い SF やアクション作品を最初に手掛けます。その方が業界へのインパクトは大きいはずです。しかしこの選択には極めて戦略的な理由がありました。第一に長期安定稼働です。帯番組や長期シリーズはスタッフの雇用と制作ラインを安定させます。新興スタジオにとってこれほど重要なことはありません。第2に制作管理の習熟です。不
複雑な深夜アニメに比べ、子供向けアニメは制作進行の基礎フローを確立しやすいのです。新人スタジオがまず学ぶべきことを学ぶには最適でした。第3に信頼の蓄積です。NHK という国民的放送局の案件を遂行することで、企業としての社会的信用を得られます。ただし、ゼンマイ侍はアニメ制作会社ノーサイドとの共同制作であり、完全な単独制作ではありませんでした。いわば助走の段階です。完全な単独制作としては、ロビーとケロビーと、後に2010年に公開される劇場作品、宇宙ショーへようこそが制作ナンバー001として進行していました。A1 ピクチャーズは焦りませんでした。地道に着実に基礎体力をつけていったのです。そしてその助走を終えた時、真の勝負が始まります。2007年、A1 ピクチャーズに運命の転機が訪れました。人気野球漫画大きく振りかぶって、通称大振り。このアニメ化コンペが開催されたのです。原作は樋口朝による大人気漫画でした。アニメ化のコンペには名だたる大手スタジオがこぞってエントリーしていました。サンライズ、JC スタッフ、プロダクション IG、新鋭動画。そんな中、A1 ピクチャーズもコンペに名乗りを上げました。しかし関係者の反応は冷ややかでした。当時を知る人物は正直にこう語っています。A1 ピクチャーズってどこ？初めて聞くけど。無名の新興スタジオ、実績はほぼゼロ。大手と並んでコンペに参加すること自体が場違いに見えたかもしれません。しかし制作委員会に名を連ねる会社がA1 ピクチャーズを後押ししました。みんなで支えるから大丈夫。そう言ってサポートを申し出たのです。こうして A1 ピクチャーズは大きく振りかぶっての制作を勝ち取りました。サンライズ、JC スタッフ、プロダクション IG、新鋭動画などから経験豊富な制作スタッフが移籍し、A1 ピクチャーズで初の自社単独元請け制作が始まりました。そしてここからが本当の勝負でした。大振りの制作における細部へのこだわりは驚異的でした。選手一人一人のグローブをすべて異なるもので描写しました。バッティングフォーム、投球フォームはキャラクターごとに個別に解析して制作しました。スタンドの応援も細かく書き込み、実際に高校野球の取材に行って応援の声まで録音しました。監督の水島勉はこう語っています。高校野球はプロ野球より拙い。選手は緊張している。と同時に熱量も高い。そこを描きたかった。その結果、作品にはとある特徴が生まれました。ベンチに戻る時も選手たちがほぼ全力疾走しているのです。プロ野球ではありえない光景です。しかし高校野球ではそれが当たり前。高校野球らしいスピード感を A1 ピクチャーズは見事に表現してみせました。そして大きく振りかぶってはヒット作となりました。2010年には第2期大きく振りかぶって夏の大会編も制作されることになります。落越智則はこの成功をこう振り返ります。大振りがヒットしたおかげで A1 ピクチャーズの成長スピードは格段に変わった。加藤純もまたこう語っています。他社に仕事をお願いするときも代表作があるおかげで頼みやすくなりました。A1 ピクチャーズってどこ？そう言われていたスタジオがわずか1年で代表作を持つスタジオへと変貌しました。これが A1 ピクチャーズの最初の勝負でした。そしてこの勝負に勝ったことでスタジオの運命は大きく動き始めます。大振りの成功から数年、A1 ピクチャーズは着実に実績を積み重ねていきました。2008年にはカンナギ、黒羊、2009年にはフェアリーテイルなど多様なジャンルの作品を手掛けます。そして2011年、A1 ピクチャーズにとって奇跡の年と呼ばれる輝かしい年が訪れました。2011年7月クール、A1 ピクチャーズは信じられないことをやってのけました。歌のプリンス様、マジラブ 1000% とザ・アイドルマスター。
この2大アイドルアニメを同時制作していたのです。歌プリは女性向け、アイマスは男性向け。同じクールにターゲットが正反対の2本のアイドルアニメを並行で走らせる。しかも両方を成功させる。これは普通のスタジオには不可能な離れ技でした。なぜ A1 ピクチャーズにはそれができたのでしょうか。その秘密がプロデューサーライン制と呼ばれる A1 ピクチャーズ独自の制作体制でした。A1 ピクチャーズには複数の制作ラインが存在します。各ラインにはそれぞれアニメーションプロデューサーが配置されています。ラインごとにチームのカラーが異なり、それぞれの個性が作品に反映されます。つまり一つの会社の中に複数の小さなスタジオが共存しているような体制だったのです。さらに2011年にはこれだけではありませんでした。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、青のエクソシスト、ワーキング、これらの作品も同時期に制作・放送されていました。特にあの花は社会現象級のヒットとなりました。監督・永井達之、脚本・岡田真理、キャラクターデザイン・田中正義。この黄金トリオによる完全オリジナルアニメーション作品でした。2011年6月販売のブルーレイ第1巻の初動売上は約3万1000枚。当時のブルーレイメディアにおけるテレビアニメ第1巻の初動売上としては史上3番目という記録を打ち立てました。歌プリについて加藤純は興味深いことを語っています。当時女性層をメインターゲットにしたアニメは止めの絵の美しさを重視している作品が多かった。でも自分には大振りの時の経験があったのでゴリゴリ動かすぞという感じで始めたんです。野球アニメで培った動きへのこだわりがアイドルアニメの表現を革新しました。スポーツアニメとアイドルアニメ、一見何の関係もないように見える2つのジャンルが A1 ピクチャーズの中ではつながっていたのです。清水明はこの年をこう振り返ります。当時発表した作品が軒並み注目を集めました。それもあってさらなる拡大路線に踏み込んでいきましたね。A1 ピクチャーズは業界の台風の目となりました。しかしこの華々しい成功の裏である悲劇が静かに進行していました。ここで動画のトーンを変えなければなりません。A1 ピクチャーズの歴史において決して忘れてはならない出来事があります。2006年から2009年12月まで A1 ピクチャーズに正社員として勤務していた制作進行の男性がいました。当時28歳。大きく振りかぶってカンナギなどの人気作品に携わっていました。その男性が退職後の2010年10月、自ら命を絶ちました。2014年4月、新宿労働基準監督署はこの死を過労によるうつ病が原因として労災認定しました。認定された労働実態は衝撃的なものでした。タイムカードで労働時間を管理する仕組みがそもそもありませんでした。医療施設のカルテには月600時間労働との記録が残されていました。残業時間は月134時間から多い時で344時間に上りました。7日連続で会社に泊まったこともありました。3ヶ月間休みがなかったこともありました。残業代が支払われた形跡はありません。遺族は弁護士を通じこうコメントを出しました。アニメが好きで熱心に働いていた。アニメの現場で二度と同じようなことが起きないでほしい。この事件は A1 ピクチャーズ一社の問題にとどまりませんでした。アニメ業界全体が抱える構造的な労働問題に光を当てることになったのです。A1 ピクチャーズは2014年、ブラック企業大賞にノミネートされました。インターネット上では批判が殺到し、作品は好きだが企業の体質には疑問を持つという声が上がりました。この悲劇は A1 ピクチャーズにとって量産体制の限界を突きつけるものでした。親会社であるアニプレックスを含めソニーグループ全体としてコンプライアンス遵守への圧力が強まりました。その後 A1 ピクチャーズは労働環境の改善に取り組んでいきます。制作ラインの分散化、健康管理体制の見直し、そして後述する2018年のクローバーワークス分社化。
これらはこの事件を一つの契機として進められた組織改革でもありました。光があれば影があります。A1 ピクチャーズの歴史を語る上でこの事件を避けて通ることはできません。そしてこの悲劇を経験したからこそ A1 ピクチャーズは変わろうとしたのです。2012年、A1 ピクチャーズを世界に知らしめる金字塔が誕生します。ソードアートオンライン、通称 SAO。川原歴のライトノベルを原作とするこの作品は、第1期から一貫して A1 ピクチャーズが制作を担当しています。VR ゲームの世界に閉じ込められたプレイヤーたちが命を懸けて戦う物語。そのスリリングな設定とハイクオリティなアクション作画が視聴者の心をつかみました。2012年の放送開始後、SAO は国内外で爆発的なヒットとなりました。特に英語圏を中心に SAO ブームが巻き起こり、日本アニメの新たなアイコンとなりました。2017年に公開された劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールは驚異的な記録を打ち立てました。公開11日目で興行収入10億円突破。公開17日目で観客動員数100万人突破。公開31日目で興行収入20億円突破。当時の深夜アニメ映画化作品として異例のスピードでの達成でした。ここで一人のクリエイターについて触れておきましょう。足立慎吾。ソードアートオンラインでキャラクターデザインを担当した人物です。足立はその後も SAO シリーズでキャラクターデザインを担い続けました。そして2022年、彼はリコリス・リコイルで監督デビューを果たします。オリジナル作品として2022年夏アニメの覇権を取り、大ヒットを記録しました。一つの作品で育った才能がやがて新たな代表作を生み出す。A1 ピクチャーズが人を育てるスタジオであることを足立慎吾のキャリアは証明しています。さて、ここで一つの疑問が浮かびます。野球アニメ、アイドルアニメ、オリジナル青春ドラマ、そして SF ファンタジー。なぜ A1 ピクチャーズはこれほど多様なジャンルを手掛けることができるのでしょうか。その答えが A1 ピクチャーズ独自の哲学、あらゆる作品に最適化できる柔軟性にあります。加藤純はこう語っています。カラーがないのが A1 ピクチャーズだと思っています。私自身のキャリアで言っても、アクションものから日常ものまで幅広くやらせてもらっているので、この作品が自分のカラーですということはないですね。落越智則もこう説明します。スタジオが作品の方向性を決めるのではなく、作品がスタジオの方向性を決めている。京都アニメーションには繊細で緻密な作画スタイルがあります。シャフトには前衛的な演出と色彩設計があります。トリガーにはダイナミックな作画があります。明確なスタジオカラーを持つ他社と比較すると、A1 ピクチャーズは多様性こそが強みという独自のポジションを確立しています。原作が少女漫画であれば繊細な水彩タッチを、SF ライトノベルであれば重厚な厚塗りをそれぞれ完璧に再現するのです。この適応力こそが A1 ピクチャーズの真の強みなのです。2012年、2011年の成功を受けて A1 ピクチャーズは新たな拠点を開設しました。高円寺スタジオです。このスタジオではアイドルマスターシリーズ、冴えないヒロインの育て方、4月は君の嘘、心が叫びたがってるんだなど数々の人気作品が制作されました。しかし A1 ピクチャーズの規模が拡大するにつれ、ある課題が浮上していきました。高円寺スタジオと阿佐ヶ谷スタジオ、同じ会社の中にありながら、この2つのスタジオでは制作体制や特性に違いが生まれていました。スタッフやクリエイターの個性、制作工程の違いがスタジオごとに現れるようになっていたのです。そこで A1 ピクチャーズは大きな決断を下します。各スタジオが独立して小回りを利かせながらクリエイティブな意思伝達を可能にする。そのために高円寺スタジオを分社化する。2018年4月1日、
高円寺スタジオはクローバーワークスと改称されブランド化されました。同年10月1日には株式会社として正式に設立。代表取締役には清水明が就任しました。クローバーワークスのロゴは四つ葉のクローバーです。このロゴにはある意味が込められています。アニプレックス、A1 ピクチャーズ、クローバーワークスが3枚の葉、そして最後の1枚が視聴者の皆さん。つまり視聴者がいて初めて四つ葉のクローバーが完成するのです。そういう思いがこのロゴには込められています。分社化後、クローバーワークスは独自の存在感を発揮していきます。A1 ピクチャーズとクローバーワークス、兄弟スタジオとして互いに切磋琢磨する構図が生まれました。2022年11月、清水明は A1 ピクチャーズ代表取締役執行役員社長とクローバーワークス代表取締役執行役員社長を兼任することになりました。越越智則は両社の代表取締役会長を務めています。分裂は衰退ではありませんでした。進化だったのです。2020年、世界は新型コロナウイルスのパンデミックに見舞われました。多くの業界が活動を停止する中、アニメ業界は特殊な状況に置かれました。アニメ番組の放送だけは止まらなかったのです。エンターテインメントを求める人々のために制作現場は動き続けなければなりませんでした。A1 ピクチャーズは出社制限の実施、リモート環境の整備、デジタル作画への移行促進などで対応しました。加藤潤はこの時期をこう振り返ります。コロナ禍をきっかけに特に若い世代を中心に手書きの作画をデジタルにシフトすることが進んだ。これはアニメ業界が獲得できた数少ない良かったことの一つです。実は A1 ピクチャーズはコロナ禍の少し前、2022年2月頃からある取り組みを始めていました。APDX プロジェクト、アニメ制作 DX プロジェクトの略称です。このプロジェクトではアニメ制作ソフトアニメキャンバスの開発が進められています。ソニーグループのエンジニアと協力し、業界のデファクトスタンダードを目指す取り組みです。デジタル化への積極投資。これは他のスタジオにはない A1 ピクチャーズの大きな特徴でした。そして2024年、A1 ピクチャーズは新たな代表作を世に送り出します。俺だけレベルアップな件、通称俺レベ。韓国発の人気ウェブ小説を原作とするこの作品は世界的に注目を集めることになります。アニメーションのクオリティは高く評価され、日本のアニメスタジオが韓国原作の Webtoon をアニメ化するという新しい潮流を象徴する作品となりました。加藤潤は制作についてこう語っています。みんな意地になってやっていたと思いますね。だって嫌じゃないですか。自分の担当のところでなんかここだけクオリティ下がってないなんて言われたら、そういうスタッフ間の切磋琢磨が相乗効果となってファンの皆さんに届いた。競い合うことで全体のクオリティが上がっていく。それが A1 ピクチャーズのカルチャーでした。そしてもう一つ、A1 ピクチャーズには他のスタジオにはない特徴がありました。長期的な人材育成への投資です。多くのスタジオがフリーランス中心の制作体制を取る中、A1 ピクチャーズは社員登用と長期的な人材育成に積極的に取り組んでいます。清水明はこう語ります。アニメクリエイターとして一人前になるにはどうしても時間がかかります。それを見越した長期的な戦略が今、我々アニメ制作スタジオにも求められていて、それに対する投資も行っている状況です。その成果は確実に出始めています。2024年放送の負けヒロインが多すぎる第1話は、社内の原画スタッフでほとんど制作を行いました。かつてフリーランス頼みと言われた A1 ピクチャーズが自社完結型の制作体制へと進化しつつあります。それは20年という時間をかけて積み上げてきた一つの成果でした。2025年5月9日、A1 ピクチャーズは設立20周年を迎えました。20周年を記念して公開されたスペシャルムービー、
A1 ピクチャーズ 20th Anniversary ZA は、これまで制作した約140作品を振り返る内容でした。最初に制作したゼンマイ侍の頭文字 Z から始まり、A1 ピクチャーズへとつなげていく、社名にちなんだ粋な演出でした。2025年、A1 ピクチャーズ内に新たな制作ライン、サイドキックスタジオが始動しました。既存の枠組みを飛び出し、自由で独創的な表現を追求することを掲げ、若手プロデューサー全体で新規企画に挑む場となります。さらに2026年4月には、クローバーワークスとともに新たな作画スタジオ、プリントベースを開始予定です。分社化した兄弟スタジオが再び手を組み、作画力強化に乗り出します。A1 ピクチャーズの進化は止まりません。2006年、アニメーターゼロ、作画机もゼロの状態から始まった A1 ピクチャーズ。A1 ピクチャーズってどこ？そう言われた無名の新興スタジオは20年を経て約140作品を生み出す業界の巨人へと成長しました。その歩みは決して平坦ではありませんでした。過労死事件という取り返しのつかない悲劇も経験しました。しかし A1 ピクチャーズは立ち止まりませんでした。その悲劇を教訓として組織を変え働き方を見直し前に進んでいきました。多様性こそが強み。この独自の哲学を貫き、ジャンルを問わず数々の名作を世に送り出してきました。アニメーションで一番になりたい。社名に込められた創業時の願い。それは20年経った今も変わることなく、このスタジオを突き動かしています。それではまた近いうちに。